こんにちは。デジタルスカルプターの丹野はじめと申します。この動画はセンスを磨け Z ブラシ初心者のための究極のドラゴン講座という動画講座の第3回目です。前回顔をほぼ完成のところまで進めましたので、続きとして体の製作を進めていこうと思います。ツール紹介動画も追加でございますので、そちらの方も適宜参考にしてください。今回は体のシルエットと肉付けを進めていきます。まずは Z スフィアを用いて体のベースを作っていきます。スポットライト機能でスケッチを出してガイドにしました。スポットライト機能はツール紹介動画の 1-9 に、Z スフィアはツール紹介動画2に、使い方ございますので参考にしてください。あまり分割数を増やさずに大まかなシルエットを作りましょう。ベースが決まったら関節を増やして滑らかな曲線を描いていきます。手順としましては、大まかに胴体を作って手足を伸ばしていくことが多いです。関節の位置が不自然にならないよう慣れていない方は特に資料を見て進めるのがいいでしょう。腕を作る際は肩甲骨の位置と肩までの流れをしっかりと考えて作ります。腕も足もそうですが、突然体にぶっ刺さっているかのような感じになってしまわないよう、関節の起こりの部分を意識して進めていきましょう。具体的には、腕は体から直接上腕が生えている形にするのではなく、Z スフィアでまずは肩関節までを生やして、そこから上腕、その後に前腕、そして手首というような感じで生やすのがいいのではないでしょうか。続けて羽、翼の方も作っていきましょう。だいたい大きい形というか、まず長さをある程度決めていき、そこから枝を増やしていきます。翼を作る際、その翼がどう成り立っているのかというところに注目していないと、クオリティの低い翼になってしまう可能性があります。何を言っているかと言いますと、翼というのは進化的に見たら腕が飛ぶために形を変えたものであるというところを考慮できていないと、へにょへにょな形になってしまったり、あんまり説得力がない造形になってしまう危険性があるということです。あえて外してユニークな形にするっていうのもありますが、最初は、というか基本的には翼の骨のベースになっているのは手であり、その関節を損守した形にするのがいいかなとは思います。虫の羽とかはまた話が違ってくるんですが、やっぱりドラゴンを作る上で一番ベーシックなコウモリベースの翼にするのであれば、そういったところ非常に大事になってくるのかなと思います。ある程度形になってきたら、やはり引きでしっかりと確認して微調整、角度や長さを少しずつ調整して理想的な形にしていきます。骨組みの段階なので完璧を目指さなくてもいいとは思うんですが、ある程度やはりこの段階で形が決まっていると今後の制作がスムーズに行えると思います。シリンダーを挿入してそこから台座のラフを製作していきます。こういったサイズを合わせるときもガイドとしてスポットライト機能でスケッチを置いておくと非常に便利です。クレイビルドアップで粗く持ってスネークフックなどでシルエットの形を整えていきます。今回の台座は何か少しうねりのある岩みたいな感じで、考えております。木になるか岩になるかちょっとまだ未定なので、その辺は作りながらバランスを見て描いていこうと思っています。とにかくこの段階では全体としてシルエットが自分の作りたい方向性になっているかどうかの確認のための台座のラフというものを作っております。トポロジー編集という機能で羽の間の膜、翼膜を制作していきます。こちらの詳しい使い方はツール紹介動画の3にて説明させていただいておりますので、
ぜひご参考にしてください。翼の膜の作り方はいろいろな方法があると思いますが、今回トポロジー編集による翼膜ベースのにしている理由は、やはりシルエットが一番自分の中でコントロールしやすいからという理由がございます。別のやり方で、板ポリから作る場合でしたら、翼の形状にマスクをかけて切り出して作っていくみたいな感じとか、あるいはスフィアから無理やりこねて作っていくっていうやり方ももちろんありますよね。閉じてる翼の皮膚感というかたるみ感出すために、板ポリに物理シミュレーションかけて骨組みにかぶせて作っていくっていうのも、ありますかね。作る対象とかでもやり方は変わってくると思いますし、自分の一番やりやすいやり方っていうのを何回か作っていく中で見つけていければいいかなと思います。トポロジー編集で作っていくときは、まずは羽のシルエットの形に線をつなげていって、その後に、内側分割していって、五角形以上とかの多角形ポリゴンにならないように形成していく流れとなっております。結構挙動が独特なので、感覚をつかむまでは大変かもしれませんが、慣れてしまえばなかなかやりやすい方法の一つかなと思っています。ある程度形ができてきたら A を押してプレビューを見てみて、自然な凹凸やちゃんとメッシュに慣れていないところを見つけて直していきます。あとスキンの厚みをつけてあげて、どの程度の翼の分厚さにするかも調節してみましょう。今回のドラゴンは 3D プリントしようとも考えておりましたので、わざと少し分厚めに設定しておきました。プリントしてフィギュアにする場合に、あんまり厚みがないとそもそも穴開いてしまったり、脆くなってしまったりしますので、用途に合わせて、分厚さなども調節していけたらいいと思います。形これでいいかなと思ったら、普通の Z スフィアの時と同じようにアダプティブスキン作成をして、メッシュを作ってあげましょう。ボディの Z スフィアのところもアダプティブスキン作成からメッシュ化して制作を進めていきます。メッシュ化したら、まずは翼や腕などは別パーツにした方が個人的にはいじりやすい。なのでマスクをかけて分割しました。ここからは翼の腕、指の部分と膜の部分をなじませていく工程になります。もちろん目指すドラゴンの見た目によって全然羽の作り方というかアプローチの仕方は変わると思うんですが、今回は骨の部分が、膜とちょっと結構一体化しているというか、あまり明確に分けてない見た目にしようと考えているので、形的になじませていこうかなと思います。こうやってクレイビルドアップブラシで表面を薄く持っていっているんですが、この際ですね、薄いパーツの反対側にまで影響が及んでしまって反対側がへこんでしまうといったことがあるかなと思うんですが、そういう時は背面マスクという機能を使うと反対側に影響が出ずにメッシュをいじれるので非常に便利です。この辺りで筋肉のあたりの部分も作っていっております。腕を動かすための大胸筋と翼を動かすための大胸筋の位置関係、そして腕と翼の関節がぶつからないよう構造をデザインしていきます。ドラゴンの肩周りの構造は、リアルさとファンタジー的な魅力のバランスがなかなか難しいのですが、ここを作っていくっていうのが個人的にはかなり楽しいポイントです。羽と腕が、両方あるドラゴン特有の楽しみ方かなと思います。背中の筋肉も軽く当たりをつけていきます。今回は膜の部分と骨の部分を一体化して作業するために
ダイナメッシュをかけて一体化して、その後 Z リメッシャーをかけてトポロジーポリフレームの流れを整えました。Z リメッシャーのやり方はツール紹介動画 3-2 で紹介しております。先ほど Z スフィアで全身を作ったのですが、尻尾と手足のベースがちょっと気に入らなかったので、また新しくそこだけ、Z スフィアで尻尾、腕、足を作っていきます。作業が戻ってしまって、ちょっと分かりにくくなってしまい申し訳ないのですが、実際制作しているとよくあることかなと思いますので、やはり途中まで作っていても直す覚悟を持って作っていきましょう。全体のプロポーションのバランスを見ながら指なども作っていきます。ある程度作り終わったらアダプティブスキン作成をしてメッシュを挿入して作業を進めていきましょう。ベースの形状が完成したら足の肉付けを行っていきます。やはり基本的には肉付けはクレイビルドアップで行うことが多いです。両足だと内側の部分がちょっと作りづらかったので、片足のみにして制作を一旦進めていきます。Z スフィアから作ったメッシュのままではちょっと細めになっていますので、その上にしっかりと筋肉と骨を感じられる盛り上がりを作っていきます。Z スフィアの段階で爪まで作ってしまうことも多いんですが、今回はスカルプトリスプロモードをオンにしたスネークフックブラシで引っ張り出して爪を作りました。特にこうすべきっていうわけではないのですが、爪が小さい場合は今回のように引っ張り出して作りますが、爪が大きい場合には Z スフィアで最初から作ってしまったり、別パーツで作ってくっつけるっていうことが多いかなと思います。ここでも骨が近い部分と肉の部分でしっかりとメリハリをつけましょう。膝やすね、足首は骨が体表に近い部分なので、少し硬さが出るよう意識して造形していきます。ここで足の指、親指の向きを変えました。マスクで分割して角度を変えてくっつけます。前提として基本的に歩く、走るよりも飛ぶに特化しているような見た目となっていますので、走るより物を掴んだり捕まったりが得意な足の形状の方がふさわしいかと思い、親指を後ろにつけてより猛禽類、鳥ですね、鳥に近い形状にしてみました。足の形や手の形など生物の体の形っていうのはその生き物の生態に向いている形になっていますよね。魚とかでも速いスピードで、泳いで暮らす魚は体の形が流線形で抵抗を少なくしていたり、海底でじっとしているタイプの魚なんかは海底を歩けるようなヒレになっていたり、周りに紛れられるような、擬態しているような見た目になっていたりみたいな感じで、あと足が速い生物は地面との接地面が少なくなっているみたいなのとかもありますよね。こういった生き物特有のリアリティみたいなところを、要所要所ちゃんと入れていきますと、作品の魅力っていうのは上がっていくと思いますし、分かってるなっていう造形になるのではないでしょうか。そういった生き物特有のリアリティみたいなのと、単純なファンタジー的かっこよさみたいなのが合致しない場合っていうのももちろんあると思いますので、そういった場合はバランスを大事にするべきかなと思います。いろいろな生き物を知る、生き物だけでなくいろいろなことをインプットすると、それだけ作品への
アイデアの引き出しっていうのも増えていきますし、それを重ね合わせて新しいものっていうのを作ることできますので、様々なことを知っていくこと、すごい大切なことだと思います。その点、ドラゴンは非常に優秀な題材ですよね。全部の生き物が参考になりますし、自分の考えとか、オリジナリティを入れる余地、あと、寛容さがあって、かなり自己流でもドラゴンとみんなが認識できる存在としての許容値の高さみたいな感じで。自分でも他人でも評価もしやすいですしね。生き物らしさ、造形的魅力、あと説得力の出し方みたいな。全部を詰められるし、教えてくれるっていうのがドラゴンかなと思います。今回、途中までかなり人間に近いタイプの長い腕にしようと考えていましたが、トカゲ的エッセンスを入れた方が、ちょっと全体に合っていそうな感じだったので、トカゲやワニといった生き物の腕の感じをちょっと混ぜていっております。なので、ちょっと手も新しくテトスフィアで作ったり、腕自体短くして進めていっております。腕の角度なんかもギズモで調整して、一番自分の作りたいものの印象に合った、その作り、形状を模索していきます。続いて胸筋など胴体の部分も進めていきます。だいたい体の肉付けをしていく際は、クレイビルドアップブラシを使って軽いタッチで薄く持っていっております。この段階であまり強い凹凸を作ってしまうと、今後の、鱗や口角を作る作業に影響してきますので、意図がない限りは軽いタッチで持っていくのがいいと思います。アナトミー、解剖学的な部分を意識したつもりでも、なんか違うなっていう感じになってしまうことがあると思います。私的には、大胸筋、広背筋や、あと肩の三角筋など、体表で目立つ大きい筋肉だけでもいいので、どこから始まってどこで終わるのかっていうのを意識すると、クオリティが結構違ってくるんじゃないかなと思います。あと何のための筋肉なのかっていうところにも着目すると少しは覚えやすいのかなとは思いますね。ちょっと難しいんですが、筋肉って基本的に体に張り付いているんじゃなくて、支点となる部分と動かしたい部分をつないでいるものなんですね。例えば、先ほど挙げた大胸筋や広背筋などは、基本的に上腕、二の腕を動かすための筋肉なので、一端が上腕の骨の上にくっついております。で、胴体部分に前面で張り付いているわけではなく、片方は腕にくっついているんですね。大胸筋でしたら、もう片方はだいたい胸骨、胸の真ん中の部分と、首の下にある鎖骨につながっているという感じです。こんな感じで、どこからどこに向かってついているのかみたいなのを動きと連動しながら想像できるようになれば、何でも応用が効くようになっていきます。骨と筋肉、両方の関係性を覚えていく必要があるということです。とはいえ、ドラゴンやクリーチャーのアナトミーを考えるっていうのは結構難しいですよね。やっぱり最初は人間のアナトミーを学んで、そこを覚えれば他の動物も非常に、重なる部分も多いので、覚えやすいかなとは思います。私も解剖学などまだまだ勉強中ではございますが、もともと格闘技や、ウェイトトレーニングを積んできているので、美術解剖学だけではなく、実際の運動機能面からの解剖学や、重心の意識などですね。そういうところと制作が結びついております。一見違う分野のことでも、知識の集積がそこにあれば、
それが有機的に結びついてくるっていう時が、来る可能性があるということですね。今回はこの鱗や口角を入れていくための当たりをやって完成としようと思います。当たり自体はスタンダードブラシで軽く線を彫って作っていっております。次回は首、腕、翼の部分を作っていこうと思います。喉の調子が少し悪くてですね、お聞き苦しかったかもしれませんが、ご視聴いただきありがとうございました。